皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。今日はね、僕のスタジオに面白いものが届いたので、それを皆さんに紹介していきます。皆さん 3D プリンターってご存知ですか？多分知ってる人の方が多いんじゃないかなって思います。僕はまだ練習中なのですが、ブレンダーというアプリでキャラクターを作ったりもするので、このような 3D プリンターで何か作ってみたいとずっと思っていました。でまた実はドローンを操縦するときに、ドローンに何か別のカメラなどを載せるときにも 3D プリンターでカメラを取り付けるパーツを作成している人は多くいます。強度が少し心配ですが、それについてもこの 3D プリンターを使って実際にチェックしていこうと思います。今実際に僕はどのようなものを 3D プリンターで作ったら便利だと思うか考えていますね。多分シンプルな構造のものがいいと思うんですよね。だから生活用品だとデスク周りを整理するためのケーブルホルダーとか良さそうですよね。電子機器ガジェット系だとアクションカム用のマウントは一般的なんですけど、カメラレンズキャップとかフィルターケースが作れたらいいんじゃない？待って、フィルターケースめっちゃ良くない？ユーザーアドベンチャーズブランドのフィルターケースが作れちゃうんじゃない？あとは娯楽趣味だとチェスの駒とかも作れそうですよね。猫のためにはフードスコップも作れそうですね。3D プリンターの最大の強みっていうのは、必要なものを必要な形で1個だけでも作れるということですよね。ちなみにこの製品の情報は YouTube の概要欄をチェックしてみてください。3D プリンターの外観はこのようになっていて、こちらはエンティナの Tina2 Plus という名前の 3D プリンターです。この子の名前はクリスティーナと名付けます。カラーはブルーというよりもダークブルーに近い色味だと思います。デザインは正方形ではなく長方形のような形となっていて、 3D プリンターってかなり大きいというイメージがあったのですが、すっきりとしたデザインでコンパクトな設計になっています。こちらの総重量は 2.4kg です。横 21cm、奥行き 21cm、高さ 26.5cm です。非常にコンパクトで軽いので移動も楽だと思います。正面から 3D プリンターがプリントしている状況を見れるようになっていて、プリントが完了したらこちらの正面からそのまま取り出せる構造になっています。上から見るとフィラメントを通すための穴が開いています。フィラメントというのは樹脂のことで、 3D プリンターで何かをプリントする際にはこちらのフィラメントを溶かしながらプリントが行われます。そのためこちらのフィラメントは消耗品という位置づけになります。たくさんのプリントをしたら追加でフィラメントを購入する必要があります。操作用のジョイスティックとディスプレイ、そしてマイクロ SD を差し込むポートがあります。電源を入れるためのコードを差し込む穴と、パソコンとつないで USB 接続をするためのポートもあります。3D プリンターにデータを転送する方法は、パソコンと USB 接続をしてデータを転送する方法と、SD カードからデータを読み込む方法と、Wi-Fi で転送する方法があります。Wi-Fi 転送の際に便利なのがスマートフォンのアプリです。同梱物は操作ガイドと保証書、フィラメント、ホットエンド。熱でフィラメントを溶かすのですが、溶かしているとホットエンドの中でフィラメントが詰まってしまうことがあるようです。そのような時に同梱されているノズル針でフィラメントを取り除くことができます。またスティックのりが同梱されています。このスティックのりは 3D プリンターでプリントをする際に印刷物を固定できるように使います。部品交換用のレンチも同梱されています。でこういうレンチをよくなくしてしまうので注意します。あとはマイクロ SD の 8GB も同梱されています。たまにマイクロ SD は自分で用意してねっていう会社もあるので、こういうマイクロ SD が同梱されているのは本当にありがたいなって思います。マイクロ SD をパソコンで使うための USB カードリーダーも同梱されています。また Type-C 変換アダプターも入っています。最近の MacBook は Type-C にほとんど移行してしまっているので、変換アダプターが同梱されているのもとても助かるなと思います。電源ケーブルも付属しています。こちらのプラグがアース対応のものなので、変換ケーブルを買うか、あるいはアース対応の延長コードを買って使用する必要があります。僕は海外製の撮影機材、照明機材を多く使っているので、
アース対応の延長コードがスタジオに5本あるので使用することができました。早速 3D プリンターを使ってみようと思います。まずは 3D プリンターにフィラメントを設置していきます。フィラメントの先端を斜めにカットしたら、フィラメントのフォルダーにフィラメントを設置します。先ほどカットしたフィラメントの先端部分をフィラメントの押し出し口に差し込みます。そして電源を入れると 3D プリンターのディスプレイとジョイスティックが青く点灯します。先ほどまでは暗かったのですが、本体の内部についてもこのように点灯します。そして SD カードを本体に差し込むと SD カードに最初から入っている 3D モデルがサンプルとしていくつかあるので、それらを印刷できるようになります。次に 3D プリンターを Wi-Fi に接続します。ポロプリントクラウドというアプリがあるので、こちらをインストールして接続していきます。ちなみにこちらは iOS でも Android でもどちらでも対応しています。次にクラウドと 3D プリンターを接続します。接続の方法は 3D プリンター本体に QR コードが表示されるので、それをアプリ側で読み込みます。接続ができたらポロプリントクラウドのアプリでたくさんの 3D モデルが表示されます。検索機能を使って自分が気になるモデルを検索することもできます。では試しに一つ選んで実際に 3D プリンターを使ってみたいと思います。モデルを選択するとデバイスの適用というところに Tina2 Plus と表示されているので、このモデルを印刷することが可能です。プリントを開始すると 3D プリンターにダウンロードデータが転送されてプリントが開始されます。とてもメカメカしい動きをしていて見ていてとても楽しいです。3D プリンターで何かをプリントする際にはまずはサポートを作成します。サポートというのはプリントするものの下に敷くものです。そのサポートが完成した後にプリントが始まるという工程になります。今まで友人が 3D プリンターを使うのを見たことがあるので、その工程は僕が前に見たものと同じでした。ただ僕が前に見たことがある 3D プリンターは非常にうるさいという印象でした。3D プリンターの動作中に仕事をしていると結構気が散ると思っていたのですが、この 3D プリンターは僕が前に見たものと比べて動作音が比較的静かだなという印象でした。プリントが完了したのでこちらを取り外して完成品をチェックしてみようと思います。気になるのは強度だったのですが、意外としっかりとした強度なので、これであればカメラ機材を固定するパーツを作れるような印象があります。またあまり硬すぎると機材を傷つけてしまうので、フィラメントで作成したパーツは硬さと柔らかさのバランスが非常にいいという印象を受けました。これでいろいろと今後作成するのがとても楽しみです。次に AIGC の紹介をします。今回紹介したポロプリントクラウドというアプリに AIGC という AI を使った 3DCG の制作機能がついています。画像からモデルを作る方法とプロンプトからモデルを作る方法の2種類があります。そしてプロンプトで作成したのはこちらになります。プロンプトだと組み合わせが自由にできるので、プロンプトの方がプリントの幅は広がるんじゃないかなと思います。今回は皆さんにENTINA2 Plus を紹介しました。3D プリンターは自分自身が使うのは初めてだったので、とても面白いと思ったのと、本体が軽量コンパクトで可愛いデザインなので、意外とインテリアとしても収まるのではないかと思いました。結構僕のスタジオって東京では珍しい特殊なデザインをしているので、このようなものが意外とインテリアとしてあったりします。冒頭でも説明しましたが、3D プリンターの最大の強みは必要なものを必要な形で1個だけでも作れるということです。小さなものをホームセンターで購入する際には何個もセットで買わなければいけないということもありますが、 3D プリンターを使えば必要な分だけ作成することができます。 3D プリンターで大事なのはアイデアと活用方法だと思うので、ぜひ皆さんもこの機会にENTINA2 Plus をチェックしてみてください。個人的に結構おすすめのプリンターで、今後の生活で僕を助けてくれるパーツを作れるかもしれません。今回のビデオを見てくれて本当にありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。ではまた。